皆さんこんにちは、ミミです。アイです。皆さんお元気ですか？ちょっと暖かい日もありますが、まだ寒い日の方が多いかな。そうだね。ミミーちゃん今日、なんでそのポジションなわけ？もちろん今回のメインナビゲーターだからだよ。前回のレビューで好き勝手言って、愛にも嫌な思いさせたじゃん。ジャックさん、収録の後怒っちゃってさ。だから、メインナビゲーターやって責任感持てってことよ。ああ、そういうことね。やるからには頑張らないとね。そうね。早速モデル名の紹介ね。KZ、リンロン。あ、これ KZ なんだ。このタイプ、最近珍しくない？そうね。それだけに興味湧くわね。リンロン、成功なとか、絶妙なとかっていう意味みたいで、発音は、リンロン。はいと一緒に、リンロン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 。はい、もういいか。いいわ。ケーブル一体化でリケーブルできないから断線したらアウトなのね。でも軽いわ。軽すぎてないみたいだわ。測ってみたけど、ケーブルの重さもちょっと入ってるから、片側 2g くらいしかなさそうね。全体でも 16.6g なのは、ボディが軽量なアルミ合金だからなのね。ファイナル E3000 にちょっと似てるよね。意識してんのかな？どうかな？この形じゃ、みんな似てくるんじゃない？それもそうね。これ、2000円ぐらいで買えるんだ。エントリーモデルになるのね。ドライバーが 6mm のダイナミックタイプ、シュイン6ってやつね。KZ が最近よく乗せてくる薄型タイプで、径の小さいタイプか。あと、オープンバックデザインってことで、さっきちょっと聞いてみたけど、開放感あるのよね。ちっちゃくて軽くて開放感あるんで、とりあえず Y は気に入ったわ。サウンドチェックしてみよっか。イヤピはどうしようかな。測定結果はこんな感じ。8キロ過ぎの減衰の違いが特徴。バンドルイヤピに近いのがファイナル E だったんで、ファイナル E で収録したよ。一通り装着して聞いてみたけど、合わないって感じのものはなくて、どれも微妙なニュアンスの違いが捨てがたいって感じだったわ。そうなんだ。比較モデルはムーンドロップフオークスで、こちらも円筒形でドライバーは 6mm。リケーブル負荷で2000円ぐらいのモデルだから、釣り合いは取れてるかな。では聞いてみましょう。音量、上がります。ではまず、リンロンのシングル波形から。小さなボディでも KZ ですから低域は強いです。ちょっと気になって 12mm のドライバー搭載の DQS と比較してみましたけど、2kg ぐらいまで同じような波形でちょっとびっくり。でも実際聞いてみると特性は同じに見えても、リンロンが DQS と同じ低域の出方という風には感じなかったです。この後比較する他のモデルと比べると明らかによく出ていますけどね。2kg過ぎと 8kg あたりのピークもしっかりしていますが、ちょっと広域が暗めに感じました。この辺がもう少し出ていてもいいかな。次はサウンドチェックで比較したムーンドロップクオークスの波形を重ねます。収録音で聞き分けることができたと思いますけど、低域の差と中高域の差が大きかったですね。パッと聞いた感じ、クオークスは低域もさほど強くなく、カラッと明るい中高域が印象的です。リンロンは中高域はあっさりしていて聞きやすいけど、ちょっと物足りなさがありますね。次はこれも同価格帯の円筒形のモデル、ファイナル E500 です。ドライバー口径は 6.4mm。低域はそんなに強くないですが、1.5kg 付近まであまり減衰しないので、この帯域の音はしっかりしています。中高域から広域はリンロンに似た雰囲気で、軽異感はリンロンより一歩優位でした。次はおまけで価格帯がちょっと違いますが、ファイナル E2000 です。こちらもドライバー口径は 6.4mm です。E2000 は低域から中低域にかけての出方が特徴的で、聞き比べるとリンロンより低域が目立つ感じです。この帯域に入っている楽器音の再現性がいいんでしょう。スネアが太く感じますし、ベースラインも追いやすいです。その代わり 50Hz あたりでは減衰し始めてますから、 EDM などは不得意でしょうね。広域は強そうに見えますが、刺さることなくいい感じの明るさで、慣れない人にはちょっと物足りないかもしれません。最後に比較した同じ形状のモデルを全部重ねた波形です。
この中ではリンロンが一番ドンシャリっぽく見えますが、聞いてみるとそうでもないですね。比較したモデルの中低域があまり減衰せず対照的に見えてしまっています。どちらかといえばリンロンの中低域のカーブの方がよく見かけます。さて、一通り比較が終わったね。リンロンの一番の特徴ってなんだろうね。もう慣れちゃったけど、最初に聞いた時すごく開放感あって、本体も軽いし、ちょっとスピーカーから来る音の感覚が味わえたことかな。KZ にしては薄味というか、引き継がれしにくい感じで KZ らしくないよね。最初、広域がちょっと物足りない感あったけど、耳が慣れてくると、広域はこのぐらいでいいなって思っちゃう。そうね。サウンドステージは開放感あるから当然広く感じるし、低位感も悪くない。6mm のドライバーで重低音まで出せてるんだから、文句のつけどころがほとんどないんじゃないかしら。強いて言えば、開放感があるから音が少し逃げていく分、エッジがぼやける感はあるかな。背面から音漏れがあるのも確かだし、ただ、それがあるから、スピーカーから来る音のように感じられるんだけどね。空気感って感じかしらね。この場合、メリットと捉えていいんじゃないかな。そうだよね。ということで、開放感と聞きやすさがリンロンの特徴で、アルミ合金の軽さから来る装着感の良さで作業中のリスニングにもいいし、音楽以外の用途でも活躍してくれそうです。ということで、KZ、リンロンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形と言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。